春なのでいい感じの収納棚を部屋に作っていきたい。こんにちは、トバログです。今回の動画は久しぶりにちょっとね DIY 的な回なんですけども、普段動画に映らない背景側のところなんですが、ここをこんな感じでインダストリアル感あふれるめちゃくちゃいい感じの収納にしていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。っていうところで早速始めていくんですけども、トバログのスタジオっていつもこんな感じでいい雰囲気のね画角でこう撮影しているんですけども、実は結構狭くてですね、グイ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 といくとこんな感じで、こっち側すぐ収納があるんですよ。あまり人に見せられる綺麗さではないんですけども、こんな感じでカメラ系の機材とか、こちら側に関しては上から下までこんな風にねガジェットの箱がパンパンに詰まっていたり、明らかにガジェット収納に適していないこういうシェルフに大量に普段使っているガジェットとか、使わなくなったやつとかがねこんな風に入っているっていうところで、この辺ちょっとひとまとめにするためにね業務用のラックを購入してちょっとやっていこうと思います。というわけで実際に構築していく前に、これ一番大事なのがそもそもどういう感じにしたいかみたいなところですね。とは言ってもゼロから何かこういう風にしたいなとか、棚をこうしたいなって考えるの結構難しいので、ステップ1なんですけども、まずは実際に物を買ったり棚を組み立てたりする前に、だいたいねこういう感じっていうのを頭の中でイメージしておきます。まず僕は手元にねたくさんこういうワークスペース系の本があるので、こういうところを読みつつ、インスピレーションをもらうというか、自分だったらどういうふうにこのスペースを構築していきたいかなっていうのを考えていきます。で、僕の中でいつも撮影しているこの辺は、ガジェットと遠いというか、クリエイターみたいなイメージですかね。ヨーロッパのなんかクリエイターをちょっとイメージしているっていう感じのところなんですけど、こっち側の空間って結構ね真っ白い壁で無機質だし、ガジェットとかそういうのもね合うって考えると、ちょっとティーンエイジエンジニアリングとかシグマ BF とか、なんか白系で揃えているんだけど武骨な雰囲気みたいな、そういうイメージがあるので、そういう方向でね寄せながら物選びとか実際にシミュレーションしていく形ですね。で、ステップ2、実際にここから使いたい棚とか機能性とかを比較しつつね、こう物を選んでいく、棚を選んでいくっていう段階になるかなと思います。ちなみに最初に言っておくと、僕が今回選んでいるのは CS ラックっていう、メーカーなんですかねっていうところが出している、業務用のこんななんかね頑丈な棚を選びました。これにした理由としては、見た目が白いっていうのがまず一つで、そして、耐荷重も結構いろいろ選べるんですけど、1つの棚あたり200キロで、棚全体で1トン近かったかな、1トンぐらいの耐荷重があるっていうところで、これはもうスペックとしてはね、個人の家っていう意味ではすごくもう十分っていうところで、かつ結構オプションが豊富で、将来的にこのラックでね、こうなんか統一していくと、細かくね棚単位で購入したりとか、ホイールがついてるものとかが買えたり、いろいろこうね同じ規格で揃えていくと汎用性がありそうだなと思っていて、将来的に引っ越した時でも使えそうっていう、こういう系でいうとすごく人気なところだと、イタリア製のメタルシステムっていうギラついたねメタルのものですごい統一できるものがあったり、あとは混合っていう本棚とかね、そういう書架っていうんですかね、ああいうのを作っているメーカーとかもいろいろあるんですが、 CS ラックに関しては価格もそんなに高くないし、その段数とかのねシミュレーションとかも結構分かりやすいなと思ったので、あと誰もね使っていそうな人がいなくて、そんなに情報がなかったからちょっと使ってみようかなっていうところで、今回 CS ラックを使っている形です。置きたいメーカーとかアイテムがある程度決まってきたら、ステップ3
実際にね、シミュレーションをしながらどういう棚のサイズがいいかとかをちょっと考えていく感じです。僕はね毎回こんな感じでブレンダーを使ってやっていて、これ、iPhone でライダースキャンをしてね、ほぼほぼ実寸大でこんな感じでリアルな部屋を空間でね、撮影ができるので、これをこんな感じで引っ越し前にスキャンしておいて、ここでねいつも何かを作る時とか何か大きいものを買う時にシミュレーションしてちゃんと置けるかとかをやっています。ちなみにこのスキャンに関しては前にもねこんな動画で紹介しているので、こちらを見てほしいんですけど、そこまでできないよっていう人は、iPad 上でねこう写真を撮って手書きでね大体のこの棚とかを考えるとかも良さそうです。僕は結構ブレンダーで慣れちゃってるんでブレンダーでやるんですけど、一旦この寸法に合わせて、こういう風にね壁をちょっと構築しています。ライダーセンサーの意味はあんまりなくなっちゃったんですけど、どのぐらいの段数だったら使いやすいのかとか、壁に対してどのぐらいの高さだったらちょうどいいかなとかをなんとなくこの実際の壁のサイズに合わせてどんな棚だったら置けるかなとか、実際に置きたいものとかを考えていく工程ですかね。最終的に僕が選んだのはこの 2m10cm の6段のタイプと、あとは90cm の3段のタイプを選んでいます。これ完全なね寸法が合っているわけではなくて、本当にざっくりとしたモデリングなので、本当数値もざっくりではあるんですけど、だいたいこのぐらいの高さ感になるかなっていうところで考えてますね。でこの部屋だと上の方にねエアコンがあって両方同じ高さにできないんですよ。なのでちょっとね片方左側の高さを下げて、でここの上にこれ見づらいと思うんですけど IKEA のね120センチのこの棚、もともと机用に使っていたやつがあるので、思い切ってこれも活かしてここの上も収納にするでもいいし、撮影部屋みたいな簡単なねこの白い壁を使って撮影スタジオみたいな感じにしてもいいかなと思ってこういう風に構築しています。実際棚を構築するだけだとどういう風に物を入れるかとかね、ちゃんとするのが難しいので、ここのね中に入れるものもある程度規格統一した方がいいなと思っていて、僕はこの無印良品の折りたたみができるコンテナを並べていこうかなと思っています。これ実寸大なんですけど、実際にね棚に載せるとこのぐらいのサイズで120センチのねこの棚にぴったりなんですよね。この見た目も白で揃っているし、あとは無印良品なのでね足りなくなったら買いやすいっていうところで、このコンテナの中にケーブルだったりガジェットカメラ系の雲台だったりいろいろなものをジャンル別に分けていこうかなと思っています。で実際にねシミュレーションした形だとこの大きい無印のコンテナが2個ずつねちゃんと並んで、奥行きもこんな感じでぴったりなので2個ずつ並べていくのがいいかなと思ってて、で僕の場合結構ナスだったりプリンターとか、あとレンズのね入れておくやつとかそういうのがあるので、その辺がねちゃんとこうやって入れられるように、下はこの1段6段買ったんですけど棚が可変式なので、ここの棚のこの部分だけね取り外して、下はちょっと広めに使おうかなとか、そういうねシミュレーションをここでは行っていますね。である程度シミュレーションできたらあとは購入するだけなので、実際にね自分のサイズに合ったものを購入して組み立てていくという形ですね。じゃあここから組み立てしていこうと思います。はい、じゃあまずはここにあるものたちをちょっとどかしていく必要がありそうですね。ちょっとこれが地味に大変かもな。よいしょ。こんな感じで出しました。いやいい感じですね。色味も結構ちょっとくすんだ系のホワイトグレーっていう感じで割と部屋に馴染むんじゃないかなと思います。ちなみに今回業務用っていうところで一つずつがかなり重たいので、まだ下ろす前の靴とあとは帽子と、軍手とハンマーを使ってやっていこうと思います。まず大きい方から作っていきます。結構重たいです。説明書見ながらやっていくんですけど、これは業務用ではね軽重量ラックなんですね。重量とかになってくるとやっぱコストコとか IKEA にあるようなやつなのかな。
これ結構頑丈そうですけどね。これ自体がね棚受けになるんですが、本当にこういう穴に対してカポってこうやってはめ込んで、それをこう上からねゴムハンマーでこんな感じで叩くことで、ずれなくなるっていう、そういう感じです。すごいなこれ。ビスとかがいらないから、本当にハンマーで気軽に棚の高さをちょっとずつ変えることができるっていうので、これができるのが耐荷重200キロのいいところですね。続いてはビームを這わせます。こんなもんですかね。いや結構これちょっと一人で組み立てるのは大変です。高さがあるやつは2人で押さえてもらいながらやるのが良さそうですね。ちょっと疲れたけどめっちゃ頑丈でいい感じです。さすが。お、これでいいんだ。思ったより簡単でした。1段あたり耐荷重200キロなので、僕が乗っても全然問題ないぐらいの重量って感じ。よいしょ、すごっ。はい、というわけで思いのほか簡単にこの棚組み上がりました。こんな感じです。ちょっとねここの板の部分を抜いていて、この5段の方210センチ5段と90センチの3段のやつで、現時点ではねめちゃくちゃ殺風景な雰囲気で大丈夫かこれっていうところではあると思うんですが、ここにねブレンダーでシミュレーションをした通り、棚じゃなくてコンテナを入れていくとそれなりにいい感じになるんじゃないかなっていうね目論見なので、ちょっとやっていこうと思います。折りたたみコンテナ2種類、これね前のベストバイ暮らしの道具でも紹介してたんですが、こういう風にパカッとこう開くシステムになってるんですよね。これが結構縦に積み重ねた時いいなと思ってて、今回のラックでもこれ高さのある場所に置いても活躍してくれそう。色もいいですね。どうですかね、この感じ。ちょっと見ていこうか。いやいいですね、統一感があって。このね棚もやっぱりすごい頑丈な雰囲気なので、こんな感じで一回組み立てちゃえば本当にこういうのがねしっかり乗ってくれるのがいい感じです。で今のところ何をどこに入れるかまだ考えきれていないので、ちょっとここから、しばらくもう少し使ってみて運用していく感じを紹介していこうと思います。はい、というところで冒頭に戻ってきたんですが、実はこの棚を使い始めてもう 2,3 週間経っているので、結構いい感じに使えてきたっていうところで、どんな風に使っているのか紹介していきたいと思います。はい、じゃあちょっとね紹介していくんですが、2つ棚があるんですけど、こっち側が主にガジェットとか箱とかケーブルとか、普段めちゃ使うわけじゃないけどよく使う系をこんな感じで置いていて、こっち側は撮影で使う系のバッテリーとかリモコンとか細かいね USB-C のサンダーボルトケーブルとか、そういうのをまとめて収納しています。あとこっちにね、ちょっと面白いんですけど、電源周りとちょっとしたデスク機能みたいな、そういう感じですね。テーマはちょっとしたインダストリアル系の洗練された収納だなっていう感じなので、ちょっと紹介していきます。はい、こっち側はもともと無印の収納棚2個ずつ入れようとしてたんですが、ちょっともったいないなと思って3つ入れてみたところ、シンデレラフィット、もう神のようなねこのぴったり度合いだったので、これをねちょっと増やして3つにしています。それぞれまだね空いているところもあるんですが、だいたいガジェットの箱みたいなやつとか、あとパソコンのツール、今あんま使ってない USB ドックとかスピーカーとかそういうの入れていたり、あとカメラ系のね今使ってないけどいつもなんか時々使うよなみたいなやつとか、あとはなんかケーブル系ちょっとお見せするとこんな感じでケーブルが雑多に入っていたりとか、あとはカメラ系のアイテムですね。ここはそんな感じでいつも使うわけじゃない荷物をこうやってね整理しています。でこのラベルはこの間もルームツアーさせてもらったハイロックさんが作っているものなんですが、これのオレンジ色のラベルを貼っています。前にね10枚ぐらいいただいたので、それをこんな感じで貼ってるんですが、めちゃくちゃ良くない？そしてこの工場とかで使うオレンジ色のこの700円ぐらいで買った
こういう延長ケーブルもすごいいい味を出していて、いやーかっこいいわ。ちょっとセンスがいいですこれは。はい一番上もちょっとした置き場所に困る系のものを置いたり、下も地味に置き場所を困っていたこの無印良品のボックス、頑丈ボックスを2段重ねていて、その隣には、これも地味にね置き場所困ると思うんですが、カメラの防湿庫とかをしっかりとはめ込んでいます。こっち側も完全に決まりきってはないんですけど、だいたいこうやってね見てみるとよく使うケーブルだったり、アダプターみたいなのとか、これね充電で時々使うモバイルバッテリーとか、そういう系をこの中に入れていて、ここを開くだけで開くようにしていたり、こんな感じでカメラのバッテリーとかをここに忍ばせています。でこのコンテナの後ろに電源があるんですけど、このコンテナにはネットワーク周りをいろいろ入れてますかね。こんな感じで延長ケーブルを使ってここにね電源を入れていて、 NTT の LAN と、あとあんま良くないんですけど無線 LAN ルーターをこんな感じで入れています。金属のこういうコンテナに入れちゃうと、こっからのねこの電波が遮断されちゃうのであんま良くないかなと思うんですが、僕の家だとなんかここに入れた状態でもしっかり電波が届いてくれているようなので、一旦ここに入れてちょっとね横にこう這わせる感じで使っています。こういうのって結構収納に困るんですが、このコンテナのパカッと開く方をね逆側にすると電源側が開くので、結構綺麗にね配線とか、その辺もまとまってくれるんじゃないかなと思います。でナスもね今この中入れてるんですが、ナスはおそらく排熱的に入れっぱなしにするのは難しいと思うので、ちょっとこっち側にむき出しにしておく感じかな。ちょっとまだ悩んでます、置き場所。個人的に気に入っているのがこの簡易デスクのエリアで、ここはねすごく使い勝手いいです。なんかね、例えばこの間物撮りをする時にこんな風にシャフ感で撮りたいっていう時にもね、壁も白いしここも白いしいい感じに撮れるんですよ。こんな風に撮れるので、ちょっとした開封とかシャフ感で物撮りをするとかはここでいいなっていうのと、あと僕動画を撮る時にこのモニターがデスクにあると自分の顔と被って撮れないんですよ。なので動画を撮ってる時はこのモニターどっかにね避難する必要があったんですけど、ここに置くといいじゃんみたいな、こんな感じでちょっとした、高さがねちょっと微妙なところなんですけど、スタンディングデスクっぽく使えるのがいいところですね。自分のデスクで動画を撮ってる時は簡易的なねデータとかをここで確認しながらカット編集もできるし、あとこれ僕90センチ買ったんですけど、70センチぐらいの高さにすれば普通にこれ自体デスクになるなと思って、これから引っ越しシーズンだと思うんで、ちょっとねその辺考えてる人もいると思うんですが、これ結構ね耐荷重もあるし頑丈だからデスクとしてもね割と使いやすいかもしれないです。棚でね足がこう入らないっていうのはあるんですが、これ結構いいアイデアかも。はい、というわけで今回は部屋にかっこいい収納棚を作っていくっていう動画をね撮ってみました。めちゃくちゃいい感じに仕上がって感無量です。いい感じ、思ったよりいいっていうところで、これからどういう風に使っているのかとかはなんかねルームツアーとかしながら紹介していこうかなと思うんですけども、暫定としてはこういう感じで使っていこうと思っています。トバログではこの動画の他にも基本はガジェットレビューをしてたり、あとちょっとした DIY の動画もね他にもたくさん撮っているので、ぜひ過去動画チェックしてみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。そしてトバログではこんな感じでトバログペーパーって言って自分の持ち物に対してねこうやって本を作っているので、本当に自費出版という形なので、ぜひね気になった人は手に取ってもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。いやいいわ、ちょっとヨーロッパのちょっとしたなんかテック系のねこういう感じになって嬉しいです。